こんにちは、ミリアです。今日の動画は初めてダイエットについて話していこうと思います。結構最近痩せましたかとか、ダイエット動画出してほしいですっていうコメントとか DM とかずっとね、ここ数ヶ月ぐらいいただいてたんですけど、なのでね、それについて今日は詳しく話していこうと思うんですけど、タイトル通りすごい痩せました。ですけど、過去の私を基準に痩せただけなので、ガリガリになる方法の紹介とかではないので、本当もともとの私の体型に比べて今すごい痩せたっていう感じです。ちょっと長くなりそうなので、今日の流れを言っておこうと思います。まず私のダイエット遍歴、結構ね衝撃的なビフォーアフター比較動画みたいなのとか、体重とかウエストサイズとかそういうのをちょっとね織り交ぜながら紹介していこうと思います。で、次が痩せるために何をしたのか、シンプルに私がやってきたこととか、あとはマインドセット的なことで私が自分なりに分析して、こういう風にやった方がいいよっていう内容を話していきます。で、最後に私のおすすめのダイエットレシピ、私がダイエットをする中ですごい重宝しているダイエットレシピを最後紹介していこうと思っているので、そんな感じでぜひね全部見ていただきたいんですけど、飛ばしてみたいなっていう方は概要欄の方に時間を書いておくので、レシピ見たい人とかやったこと見たい人とかそこから飛んでぜひ見てください。では早速私のダイエット遍歴について。もともと私結構骨格とかもしっかりしてるし、その上結構むっちりしてたので、中学高校生の頃ぐらいから本当ありとあらゆるダイエットを試しては、一時的に痩せられたこととか、本当短期間でこうすごい体重落としてみたいなことはもちろんできたことはあるんですけど、断食したりとかそういうことはできても、それを維持すること1ヶ月以上も多分キープできたことないんじゃないかなっていうぐらい、そういった意味では多分1回も成功したことなかったんですよ、今までダイエットを。だから結構今回もリバウンドしないっていうのを確信してから動画出したかったっていうのもあって、ちょっと動画出すの時間かかっちゃったんですけど、ほんと初めて多分 4,5 ヶ月ぐらい維持できてるのかな、もっとかな。そもそもどのぐらいの時期からダイエットを始めたかというと、ズバリコロナ太りをしてから3月ぐらいからほんとお家でダラダラすることとかもすごく多くなったし、彼と同棲を始めてすっごいたくさん食べる人なので、その食事量と同じだけの量を多分1日3食しっかり食べてたみたいな感じで、多分それまではずっと平均が多分55キロぐらいだったんですけど、で、私身長が168センチなので、ずっと普通体型かなぐらいの体重をずっとだったんですけど、そのコロナ太りした時ほんと多分ね60キロ近くあったと思うんですよ。体重計に乗るのも怖くてで、その時の動画がこちらですで、それに比べて今の動画がこちら。もうびっくりですよねこんな太ってたみたいな感じで思う方もいると思うんですけど、もう一個ね分かりやすいのが、この指輪私の誕生日5月8日が誕生日なんですけど、誕生日にオーダーメイドでここの薬指に入るように作ったんですよね。そうなので、その休日ルーティンの動画に出てくるんですよ、この指輪で。全然ぴったり入るんですけど、それが今この状態でもう落ちちゃう。なので今この中指に入れてるんですよ。なので簡単に言うと
そのマックス体重からダイエットをしてマイナス10キロ痩せました。人生で一番多分痩せたんですよ。それでで多分その期間が3ヶ月ぐらいかけて痩せたっていう感じですかね。今日朝測った体重がこちら51キロ。ウエストサイズを今はどんぐらいだろう、ちょっと測ってみます。って感じで洋服を着た状態で60センチぐらいかな。でここから痩せるために何をしたのかっていう話に入っていこうと思います。私が一番効果あったなっていうものをまず紹介します。一番効果があって一番楽だったことがまず前菜ダイエットです。これ私が勝手に名前つけただけなんですけど、例えば大きい食事をする前、夜ご飯の前とかに前菜としてヘルシーなものをお腹いっぱいというかしっかりたっぷり食べた上でメインの美味しいご飯を食べる。でこれ結構ほんと楽で、私がやってたのは塩昆布キャベツとあとはキムチ豆腐、名前の通りのもので、これどっちもめちゃくちゃ安いしめちゃくちゃ美味しいです。塩昆布キャベツの方は食物繊維がすごい豊富だし、キムチ豆腐の方は高タンパクで発酵食品も入ってるっていう、この2つをご飯の前に食べるのがもうダイエットにいいだけじゃなくてもうすごい健康にもいいので、その日食べるご飯とかは別になんかヘルシーなものを気遣ってとかじゃなくて、普段食べてるご飯を食べてたんですけど、自然とやっぱり胃のキャパシティがある程度使われるので、そのメインの食事量っていうのは絶対減るんですよね。総合的なカロリーで見た時にすごいカロリーもカットされるし、すごい満足できる、自分が食べたいものはちゃんと食べてはいるので、自然と量は減るかなっていう感じです。なので私の場合とかはその日食べる夜ご飯とかは、例えば一緒に同棲してる彼と食べなきゃいけないから食事の内容をガラッと変えちゃうとかできない。例えば実家住まいの人とかもそうだと思うんですよ。家族と一緒のご飯を食べなきゃいけないからダイエットができないんですよとか、食べるものはもう変えなくていいので、その前にお腹を膨らませるっていうダイエットをしていました。それを毎日続けてたらすごい痩せました。もうスルスルって痩せました。他にやってたこと、ちょこまかしたことなのでちょっとザザッといくと、私は基本的に1日2食しか食べないです。ちっちゃい時から1日3食食べなさいって教わってきたから、多分何も考えずに3食食べるっていう人すごい多いと思うんですけど、本当にお腹空いた時だけご飯を食べようっていう風にしてたんですよ。で自分のお腹に本当にお腹空いてるかなってちゃんと聞いた時に、なんか2食ぐらいがちょうど良かったんですよね。1日に3回もそんなお腹減ることがなくて、ちゃんと自分の体、自分のお腹の減り具合に合わせて食べたら多分3食いらないなって私は思ったんですよね。でもっと細かなことで言うと、姿勢を良くするように意識したりとか、姿勢悪くずっと生活してるとあんまりなんか美のことを意識できてないというか、あとはよく噛むことでやっぱり満腹中枢が満たされて、必要以上に食べなかったりとか、あともう一つがたくさん水を飲むこと。私すごい苦手分野なんですけど、これお腹空いてるとか口寂しいってすごい頻繁に思いやすい方って多いと思うんですけど、私もそうで、もともとなんか大体お腹空いてるって思ってる時の大半って喉が渇いてるだけ。なんかその水を飲むと意外とそのお腹空いてるって思ってたのがこう満たされたりとかするので、あとは水分をたくさん取るっていうのは体にも肌にもすごくいいので、意識的に水はねいっぱい飲むようにしています。あとはジムにたまに1週間に 1,2 回行ってランニングしたりとかストレッチしたりとかっていうのはしています。でそのぐらいなんですけど、あとはマインドセット、なんか意識してることで私がすごく今回伝えたかったことがあったので、ちょっとそれについて話していこうと思います。昔やってたダイエット、今やってるダイエットで変わったことの大きな要因の一つがストレスフリーにダイエットをするっていうことです。
ストレスフリーにダイエットをするって具体的にどういうことって思うかもしれないので、まずストレスのない環境に身を置くことはすごく大事だと思います。私は今年からすごい職場環境が良くなったりとか、ストレスフリーな状態だから痩せやすかったし、リバウンドもしなかったのかなって思ってて、直接的にダイエットにならないように感じるかもしれないんですけど、そういうことがすごい大事だと私は思います。あとは短期間で痩せようとしないこと、前菜ダイエットもそうなんですけど、もう習慣としてもう毎日続けていけるものをダイエットにする。なので、逆に言えば人生ずっとダイエットしてればいいというか、あと最後私が思うストレスフリーのダイエットは息抜きをして OK。 私はもう息抜きをしまくってるんですけどその息抜きをしても全然いいから、その代わり一工夫しようっていう風に私はしています。例えば私は本当異常なくらいタピオカドリンクが大好きなんですけど、そのタピオカドリンクをすごい太るものの代表みたいな感じだと思うんですけど、それをやめるってなると私はやっぱストレスなんですよ。それは私スタバとかも好きなんで、スタバのドリンクとかも結構400キロカロリーとか普通にあるじゃないですか。でもそれをやめることもストレスになるから、私の場合は本当週3か4ぐらいタピオカ飲むんですけど、そのタピオカを飲んだ時はそれはもう昼ご飯の代わりに飲むとか、なんかもうそういう一工夫をして息抜きをカバーしてってやってますなんかハッピーな気持ちでダイエットするっていうのがいかに大事かっていうのを私は伝えたいなんかみーちゃん痩せたね、可愛くなったねとかをこう素直に言えるような人ってすごい素敵だと思うんですけど、そういう人と一緒にいるようにしたりとかするだけでやっぱ自分の意識とか変わってくるし、なんかそういう環境づくりからやってみるのをおすすめします。ではさっき話した前菜ダイエットの塩昆布キャベツとキムチ豆腐、すっごい簡単なのでちょっとレシピと作り方の紹介をしていこうと思います。まず塩昆布キャベツを作る時に使うのがこれ洗わなくてもいい、そのまま使えるやつなんですけど、超楽だしこの量がちょうどいいんですよ。これが 160g 入ってるそうです。その他使う材料は塩昆布とごま、調味料がごま油と酢、もう超簡単、全部混ぜるだけです。もうちょっとかな。ごま油はほんと少し、小さじ1杯ぐらい。こんな感じで全部混ざって、ちょっとねしんなりした感じで、これで完成です。もうめっちゃ簡単なんですけどびっくりするぐらい美味しいのでぜひ作ってください。で次のキムチ豆腐の方はもうほぼ名前のまま、使うものは豆腐、私は絹豆腐とキムチ、水をねしっかり切った豆腐、洗った豆腐、私はごま油をちょっとだけ、念のためこんな感じでちょっとだけ醤油垂らして、私キムチ大好きなんでこんぐらいしっかり盛ります。トッピングこれがあるだけでめっちゃ美味しいどっちもねめっちゃおすすめなのでぜひ作ってみてください。なんか体重の話とかサイズの話とかしちゃったと思うんですけど、別に例えば168センチ、私ぐらいの身長で60キロあるのが絶対ダメとか全然思ってないし、見た目って筋肉量とかで全然違うじゃないですか。身長によってもなんか全然違うので、数字が全てじゃないっていうのはみんな分かってるとは思うんですけど、なので誰かのためにこう思い詰めてダイエットするんじゃなくて、自分のために、自分が持ってる目標のためにダイエットをしてこう綺麗になっていく、そういう気持ちで、一緒に頑張っていけたらいいなと思います。ちょっとうまく話せたか不安ですけど何か参考になっていたら嬉しいです。質問とかもしあったらコメント欄に
ただけたらお返しします。ぜひチャンネル登録と動画の高評価お願いします。またね。バイバイ。